心の薬チャンネルをご覧の皆さん、久保です。今日はですね、初めてなんですけども、映画も好きなんですよ。僕の視点よりなんですけどね、一本今日ご紹介したいな。それで僕が感じたこととか感じてほしいことをお話したい。今みんなよく言われるけども、韓国映画素晴らしいですね。韓国映画はやっぱりあれ俳優さんのレベルも高いですし、悪い人は本当悪そうな顔しますもんね。いい人はすごいいい人だったりするし、でまたファッションコーディネーターの人やっぱ顔かっこいいですもんね。出てくる俳優さんとか女優さんのファッションも違いますし、音楽も違う、カメラマンも違う。だからすごいいいんですけどね。その中でもあんまり人が見ないけど僕はすごい良かったっていう映画の話を聞いてください。それはね、おばあちゃんの家っていうタイトルの映画なんですよ。これね、びっくりしますよ。出演する人はね 4,5 人しかいないんですよ。でもね、もう本当僕ね泣いて感動したんで紹介したいんですけどね。あるソウルっていうのは日本で言ったら東京のどうですか、青山とか中心ですよね。ソウルって一番都会。そこでお母さんと息子くんが生活してた。生活するのに女性が働くっていうとやっぱり昼間の仕事よりも夜働く方がお金もいいのか、そのお母さんは夜の仕事をしながらその子供さん、息子くん一人を育ててた。小学校2年生ぐらいの子供だったと思いますね。そうこうしてるとどうしても子供を預けないといけないような仕事が入ってきてて、どうしてもやっぱりやらないといけない。で今すごい苦しいから、とにかくじゃあ子供を誰かに預けて3ヶ月間だけバッチリ仕事をしたらなんとかなるというかな、経済的にいいのでということで、そのお母さんが考える。そしたらですね、山の超田舎に、もうソウルからだいぶ遠い田舎に、おばあちゃんが一人おられる。そのお母さんのですね。でそのおばあちゃんに預けようということになるんですよ。ちなみにすごい田舎で電気も通ってない、ガスもないみたいなところなんでね。でそのおばあちゃんはもう口が聞けないか、少し聞けないのかな、あまりちゃんと伝えることができないようなおばあちゃん。子供さん、僕はねもう俗に言うもう悪ガキなんですよ。もう超悪ガキで、都会に住んでるからテレビゲームが大好きでね、もう要するに、都会で育った子なわけですよ。でそれをお母さんから「あんたごめんけど3ヶ月ぐらいね、ちょっとママ忙しいから3ヶ月ぐらいおばあちゃんのとこにいていてくれる ?3 ヶ月だったら戻ってくるからね」って行くんですよ。そしたらそのおばあちゃんにクソボロ文句言うんですよ。ご飯がまずいとかいろいろ言うんですよ。でしまいにはケンタッキーのフライドチキンが食べたいって言うんですよ。ね、でないっつったら鶏わかるっつって言ってばあちゃんがねってそれをフライ鶏のフライって言うんですよ。おばあちゃんはそうか鶏料理なんだって思ったんだね。でお金ないけど自分がコツコツ貯めた小銭をいっぱい持ってその鶏を1羽買ってきて、そして昔の人だから蒸し鶏してるんですね。お湯で蒸すね、要するに水蒸気で蒸す。でおばあちゃんは孫が喜んでくれると思ってやったら、それ見てブチって切れて「ケンタッキーって言ってるだろ」ってその鶏をバーンって捨てるんですよ。極悪ですよその子供。もうねめちゃくちゃ悪いんですよ。でもおばあちゃんは嫌な顔一つしないんですよ。でずっとニコニコ笑って捨てられても拾ったりするんですよ。でも思いにいかない苛立ちで子供はどんどんエスカレートするんですよ、意地悪が。例えばおばあちゃんがビーチサンダルみたいなビニールのサンダルしか持ってないんですよ。それをパッて取って隠してなくしたりで、おばあちゃんは何も言わないで裸足でずっと生活するんですよ。もう極悪なんですよね。しまいに髪も全然切れないから、山の中だからそれをぐるぐるっと言ってかんざしみたいな、分かりますか、箸みたいなかんざしでキュッキュッと刺して止めてるおばあちゃんね。そのおばあちゃん寝てる間にそのかんざしを取ってで捨てるんですよ。でおばあちゃん探すんですよ、ないんですよ。でもニコニコ笑ってるんですよ。しても髪がもうバラーってザーッと折れたままでまたおばあちゃん暮らしてるんですよ。もうそれでもちょっと痛いでしょ。そしたらね、おばあちゃんが夜縫い物をするのにその子供さんね、孫にコンコンコンって肩を叩いてね、針と糸を出してね、これを入れてくれち頼むんですね。暗いから電気もないから。入れてやるんですよ。そしたらすごい喜ぶんですよね、おばあちゃんが。あ
りがとうありがとうって頭をなぜるんですよ、小学校2年生の子。あんだけいじめられてるのにでそれでやってるんですよ。そしたらだんだんおばあちゃんのその無償の愛っていうかな、どんなことがあってもしてくれる、何でもしてくれる。雨が降ったらその子供さんの服だけはもう濡れようにこう自分でこう体で隠して濡れようにしたりとかもいろいろあるわけですね。でもとにかくそうなったらだんだん帰り際になるとその子供がおばあちゃんの愛でいい人になっていくんですよ。最後はあともうちょっと1週間ぐらいで帰らないけんってなったらおばあちゃんのことが心配になるんですよ。その悪ガキだったのに家中にある針に家中にある糸を通してそれを針山って分かります？こうクッションのこうキュッと硬いようなやつ、あれにねいっぱいその糸が通った針をいっぱい作るんですよ。自分がいなくなったらばあちゃんできないから。優しいでしょ。そこからとにもグッとくるでしょ。そしたらね今度はその手紙を出したら手紙をくれたらいいなって思ったねばあちゃんが。でもばあちゃんは字も書けないし字も読めないんですよ。だから字を教えるんですよばあちゃんに。会いたいと痛いだけ教えるんですよ。自分がずっとソウルから大事にしてたそのポケモンカードみたいなやつ、これぐらいのカードに裏がこう書けるとこあるんですよ。それをはがきに見立ててそこの住所と名前は全部自分が書いてあっておばあちゃんに痛いと会いたいだけの字だけ教えるんですよ、ハングル文字を。そしていっぱいそれを書いてあってもうただ出せるようにしてあって、そして、最後にお母さんがこうソウルから迎えに来て「で息子が帰るよ」って言った時にまあもう子供は泣いてるしおばあちゃんはもうニコニコ笑ってるけどこう泣いてて別れるシーンで終わるっていう映画なんですけどね。暗かったですか今日の。なんかね僕その映画見た時にねなんかいろいろ考えさせられた。やっぱりないものを数えるんではなくてあるものを数えるような人生ですよね。やっぱりできることだけやってやろうって思ってやっていくし、自分がしてあげたのになんでしてくれないのっていうような見返りをギブアンドテイクなんか存在しない。おばあちゃんはもうギブアンドギブギバーですよね。それにやっぱ心打たれて悪ガキが最後針に糸を通すやつをねいっぱい作ったり会いたい痛いをおばあちゃんに教えるんですよ。もうそのシーンがもう泣けてね、よくほら人ってみんな本当はいい人なんだって言うじゃない、性善説中。やっぱあんだけ悪ガキなのに最後はめちゃくちゃいい子になるんですよ。でおばあちゃんもすごい嬉しいんですよね。ただいつでも山においでねって言うんですよおばあちゃんが。いやまたおいでよ山に待ってるからねって言って帰っていくシーンがあったんですけど、どうですこの映画。なんかねいい映画でしたよ。制作費はねめちゃくちゃかかってないと思いますねお母さんとおばあちゃんとその子と近所の人何人かしか出てこないんですけども、なんかこうちょっと自分で優しくなりたいなと思ったら見てみたらどうですか。いい映画でした。だから皆さんもよかったらいい映画探してみるのもいいですよ人生でね。頑張ってください。僕も頑張るんでまた会いましょう。さよなら。